こんにちは。皆さんは日本の中学校や高校の生活がどのようなものか気になったことはありませんか？例えば、どんな授業を受けているのか、部活動はどんな雰囲気なのか、学校行事にはどんな楽しみがあるのか。今回の動画では、そんな日本の中学校や高校の魅力について詳しくご紹介します。前半では教科書のような丁寧な言葉を使った文で漢字に振り仮名をつけています。後半では友達との自然な話し言葉の文で漢字には振り仮名をつけていません。好きな字幕を選んで活用ください。日本の中学校。日本の中学校は小学校を卒業した後、12歳から15歳までの生徒が通う学校です。中学校生活では、学問的な基礎を固めるとともに、社会性や自主性を育むことを目的とした教育が行われています。また、放課後は部活動や学校行事を通じて仲間との協力や努力の大切さを学びます。中学校の日常生活。中学校の一日は時間割に沿った活動が中心となります。一般的な一日を紹介していきます。登校。ほとんどの中学校では制服があります。公立中学校の生徒の多くは徒歩や自転車で登校します。一方、私立中学校に通う生徒はバスや電車などを利用する生徒も多くいます。朝の会。朝の会では担任の先生からのお知らせや日直の生徒による挨拶が行われます。日直とは授業の合図や日誌を書いたり黒板消しなどを行います。授業。一日の授業は通常5から6コマで、1コマは50分です。主要科目の国語、数学、英語、理科、社会のほか、美術、音楽、体育、道徳など、いろいろな科目を学びます。道徳の授業では、自立した人間としてよりよく生きるための基盤となる道徳性を養うことを目標とします。昼食。多くの公立の中学校では給食が提供されます。栄養バランスの取れた給食をクラス全員で一緒に食べます。給食当番は生徒一人一人に食事を配ります。また、衛生面を考慮して白衣を着ます。この時間を通じて生徒たちは食事のマナーや感謝の心を学びます。午後の授業と掃除。午後の授業が続き、終了後には生徒たちで校内の掃除を行います。掃除をする場所は教室、廊下、トイレ、玄関などで生徒たちは週ごとに交代をします。この時間を通じて協力の大切さや学校をきれいに保つ意識が育ちます。部活動。放課後には部活動が行われます。どの部に入るかは1年生の初めに自分が好きな部を試して決めます。スポーツ系のサッカー、バスケットボール、陸上などで
文化系の吹奏楽や美術などの部活動があります。一部の部活では大会に向けて休日も練習が行われることがあります。多くの生徒は部活動を通して仲間との絆や目標に向かう努力の大切さを学びます。行事。中学校では勉強だけではなく多くの行事があり、生徒たちにはかけがえのない経験となります。大体の学校で行う代表的なものを紹介してゆきます。入学式、新学期。新入生を迎える入学式では、校長先生の話や新しい友達との出会いを楽しみます。新学期はクラス替えが行われるため、2年生や3年生にとっても大きな期待を感じています。体育祭。クラスや学年ごとにチームを分け、競技を通じて団結力を高めます。よくある競技はリレー、綱引き、玉入れなどがあります。ユニークな競技を行う学校もあり、大玉転がしや二人三脚などもあります。その他のイベントでは、クラス単位でダンスを踊ったり、応援合戦を行うこともあります。私もクラス全員でその時の流行りの曲で踊りました。振り付けが覚えられなくて、たくさん練習したことは良い思い出です。文化祭。クラスや部活動ごとに発表や展示を行い、生徒たちの想像力や日頃の成果を披露します。文化祭の準備や練習を夕方遅くまで頑張ります。それぞれチームワークが求められます。また、近所の人や保護者も見学ができるため、多くの人々が学校に訪れます。合唱コンクール。多くの学校で合唱コンクールと呼ばれる音楽イベントが開かれます。クラスごとに課題曲と自分たちで選んだ自由曲をパートごとに練習します。ピアノを弾ける生徒や指揮者を務める生徒もクラスから選び、みんなで力を合わせて練習します。コンクールは体育館などで行われます。各クラスが順番にステージに上がり、みんなの前で合唱を披露します。定期テスト。生徒の学習状況を確認するために、学期ごとにテストが行われます。授業で勉強した内容がテストに出ます。この期間は部活動も休みになり、どの生徒もテスト勉強に集中し、良い点を目指します。私の苦手な科目は数学で、テストの前日には教科書を丸暗記する一夜漬けをよくしていました。修学旅行。3年生になると2泊3日の旅行に行きます。京都や奈良など歴史的な街を訪れる学校が多いです。みんなで観光をするときもありますが、自由行動をする時間もあり、少人数のグループごとに観光をすることもあります。数日にわたり生活を一緒にすることで、生徒たちは絆を深め、良い思い出を作ります。
初めて親元を離れて行った旅行だったので、私もとてもワクワクしました。友達ともさらに仲良くなれた心に残る思い出です。卒業式。体育館で行われる卒業式では、校長先生から卒業証書が渡されます。卒業生の保護者や1、2年生も卒業生の旅立ちを一緒に祝い、最後には全員で校歌を歌います。式の後には友達や先生と写真を撮ったり、別れを悲しみます。女子生徒が好きな男子生徒の制服のボタンやネクタイをもらいに行くこともあります。中学校の最後の日は好きな人に告白をする生徒もいて、甘酸っぱい青春の思い出を経験する日でもあります。日本の中学校では勉強だけでなく、部活動や行事を通じて生徒たちは成長してゆきます。難しいことを考えずに友達と純粋に楽しんでいた頃の中学校時代は私にとっても良い思い出ばかりです。次は日本の高校生活についてお話ししてゆきます。日本の高校。日本の高校は中学校を卒業した後、15歳から18歳までの生徒が通う学校です。高校ではより専門的な知識を学び、将来の進路や目標に向けた準備を行います。また、部活動や学校行事を通じて自立のためのスキルや人間関係を築くことも大切にします。高校の日常生活。高校の一日は中学校に似ていますが、より専門的な学習内容や自由な活動があります。高校生の一般的な一日を紹介します。ご自身の高校生活と比べてみても楽しいでしょう。登校。高校生も多くの学校で制服を着ます。通学は徒歩や自転車、電車やバスが主流です。一部の学校ではバイク通学が認められることもありますが、これは16歳で免許を取った場合に限られます。私は電車で通っていました。初めての電車通学だったので、少し大人になった気分でした。朝のホームルーム。朝のホームルームでは、担任の先生からの連絡が行われます。また、出席確認も行います。高校では、クラス委員や生徒会の役割がより重要になり、生徒自身が活動を進めることが増えます。授業。高校の授業は1コマ50分から60分で、1日に6から7コマが一般的です。2、3年生になると文系と理系に分かれるほか、専門高校では農業、工業、商業、福祉などの実践的な分野を学びます。進学校では大学の入試を意識した授業が中心で、課題やテストも難しいです。私も受験のために塾に行きました。3年生の時は、それまで生きていた中で一番勉強をした年でした。昼食。多くの高校では、お弁当を持ってくるか、購買で軽食を買ったり、
学食で注文して食べます。学食ではカレーライスやうどん、ラーメンなど手頃な値段のメニューが人気です。友達とリラックスしてお昼ご飯を楽しみます。私は週2回くらいお母さんのお弁当の日と購買で軽食を買う日と分けていました。飽きが来なくてよかったです。掃除時間。高校でも学校の中の掃除は重要な活動です。クラスごとに掃除場所が割り当てられ、グループで協力して校内を清潔に保ちます。ただし、学校によっては掃除業者を利用している場合もあり、少しずつ変化が見られます。部活動。高校の部活動は中学校よりもレベルが高く、多くの生徒が大会やコンクールでの良い結果を目指して頑張ります。運動部で良い成績を収める生徒は、大学の進学に有利になり、推薦されて大学に進学する生徒もいます。文化系の部活も多くあり、軽音部、写真部、ダンス部など新しい部活動も増えています。一方、部活を行わずに放課後を自由に過ごす帰宅部の生徒もいます。学校行事。高校では勉強だけでなく多くの行事が行われます。代表的なものを紹介します。入学式、新学期。新入生を迎える入学式は高校生活のスタートを祝う大切なイベントです。新しいクラスメイトや先生との出会いに期待が膨らみます。体育祭。中学校の運動会と似ていますが、高校では応援合戦や競技がより本格的になります。ダンスやチアリーディング、ユニークな競技もあり、生徒たちの個性が光る場でもあります。パフォーマンスも生徒自ら考え、高い得点を目指します。借り物競争やムカデリレーといったユニークな競技もあります。借り物競争は紙に書かれたものを探してゴールまで持ってきます。ムカデリレーは生徒が縦一列に並び、互いの足首を紐で結んで走る競技です。文化祭。文化祭はクラスや部活動ごとに展示や発表、お店を行うイベントです。みんなに楽しんでもらうために生徒自身が企画を考えます。お店ではカフェやお化け屋敷、プラネタリウムなどを行うクラスもあります。他の高校に通う友達を招いたり、その高校を入学希望している中学生や、その保護者が来ることもあります。文化祭では、あまり話さなかったクラスメイトとも仲良くなれるきっかけとなり、私にとっても楽しいイベントでした。芸術鑑賞会。文化的な教養を深めるために、芸術作品や舞台を見に行きます。鑑賞する内容は学校によって違いますが、クラシック音楽のコンサート、歌舞伎、ミュージカル、美術展などが一般的です。生徒たちは感受性を高めるだけでなく、日常では得られない特別な体験をします。
マラソン大会。この大会は体力を養い、我慢する力や達成感を育むことを目的とした行事です。一般的には男子が8から10km、女子が5から8kmの距離を走ります。当日はルールの説明の後に男子と女子が別々にスタートします。上位の生徒には表彰状やメダルが与えられます。タイムも測るので自己ベストを目指す生徒もいます。私は長い距離を走ることが苦手だったので、学校行事の中で一番嫌な日でした。防災訓練。地震や火災などの災害に備えた防災訓練が定期的に行われています。生徒や先生が素早く安全に行動できるように訓練します。訓練をすることで生徒たちは日常生活の中で防災の意識を高めることができ、落ち着いて対応できるようにします。修学旅行。修学旅行は国内だけでなく、海外を訪れる学校もあります。行き先は北海道や沖縄、さらにはアジアやヨーロッパなどいろいろあります。旅行中は班ごとに分かれて行動します。協調性や自主性を養うとともに友情を深める大切な時間です。夜はみんなで並んで布団を敷いて寝ます。生徒たちは夜遅くまでおしゃべりをしたり、枕投げをして楽しみます。枕投げとは、その名の通り、生徒たちがチームに分かれて枕を投げ合い、相手を倒す遊びです。大学受験。日本の大学には国公立大学と私立大学があり、試験を受けて合格する必要があります。生徒は進学をしたい大学を選び、合格するための勉強をします。受験生の中には、塾や予備校を利用して学力を高める人もいます。進学先の大学や学部によって将来の仕事に大きな影響を与えます。生徒や保護者にとっても大学受験は重要だと感じられています。残念ながら希望の大学に不合格になった生徒は、その後1年間にわたり受験勉強をする浪人生となり、次の年に再挑戦します。大学の他に2年間で修了する短期大学に入学する生徒もいます。また、高校を卒業してすぐに就職する生徒もいます。私も今まで生きてきた中で一番勉強したのが受験勉強の時でした。あの時は自分でも頑張ったと思います。卒業式、高校生活の締めくくりである卒業式では、校長先生から卒業証書が渡され、旅立ちを祝います。卒業式の後には、友人や先生との別れを悲しみ、多くの生徒が写真を撮ったり、最後の思い出作りを楽しみます。卒業生には卒業アルバムが渡されます。学生生活の様子や部活、イベントなどの写真が盛り込まれ、3年間の思い出が詰まった一冊となります。日本の高校は
中学校よりは自由で、生徒が自らの目標に向かって努力する場です。この3年間の経験は、社会に出るための準備期間でもあります。ここまでご覧いただき、ありがとうございました。次は、友達に話すような文でお話ししていきます。こんにちは。皆さん、日本の中学校とか高校の生活ってどんな感じなんだろうって気になったことない？例えば、どんな授業を受けてるかとか、部活の雰囲気とか、学校行事でどんな楽しいことがあるのか、いろいろ想像するよね。今回の動画では、そんな日本の中学校や高校の魅力を詳しく紹介するね。日本の中学校。まずは中学校について話すね。日本では小学校を卒業した後、12歳から15歳くらいの生徒が通うよ。中学校では基礎をしっかり勉強するよ。社会に出ても困らないように自立できることを目標にしてるよ。あと、学校の授業が終わると部活に励む人もいるよ。努力することの大切さを学ぶ場にもなってるね。中学校の日常生活。じゃあ、中学校の日常生活について話していくね。基本的には時間割に沿って進んでいくよ。登校。ほとんどの中学校では制服があって、みんなそれを着て学校に通うよ。公立の中学校では歩きとか自転車で学校に行くことが多いかな。逆に私立の中学校に通ってる生徒はバスとか電車を使う人も結構いるね。朝の会。担任の先生からのスケジュールを言われたり、日直の生徒が挨拶したり、一日が始まったって感じ。日直っていうのは、授業の始まりと終わりに号令をかけたり、一日の出来事を日直ノートに書いたり、黒板を消したりするよ。基本的に二人が一組になって日直をするんだけど、相手が仕事をしないタイプだとやることが多くなって嫌なんだよね。授業。一日の授業はだいたい5から6コマぐらいで、1コマがだいたい50分だよ。国語、数学、英語、理科、社会がメインな科目で、美術、音楽、体育、道徳なんかも勉強するよ。道徳の授業って日本独特だよね。よりよく生きるためにはどうしたらいいかとか考えるの。他の人を気遣いながらどう自立した人間になるかの授業だね。昼食。多くの公立の中学校では給食が出るよ。クラスのみんなで一緒に食べるから楽しいよ。白衣を着た給食当番の人がみんなに給食を配るの。温かいご飯が安く食べれるからありがたいよね。午後の授業と掃除。午後も授業の後は学校をみんなで掃除するよ。掃除をする場所は自分の教室とか廊下、トイレ、玄関ね。掃除をする場所は週ごとにローテーションで変わるよ。みんなで協力してやるから学校をきれいに保つ気持ちが身につくよね。部活動。放課後は部活の時間。1年生の最初に好きな部活に参加してみて、自分が入りたい部を選ぶんだよね。スポーツ系だとサッカーやバスケ、陸上とかが人気で、文化系だと吹奏楽、美術、演劇とかがあるよ。
大会を目指して休日にも練習する部活もあって、すごく頑張っている人たちもいるよ。部活に入らない人たちのことを帰宅部って呼ぶのね。でも中学ではどこかの部活に入らないといけないっていう学校もあるよ。部活ではみんなと一緒に同じ目標に向かって頑張る大切さを感じれるよ。行事。中学校には勉強だけじゃなくって、生徒にとって思い出に残るいろんな行事があるよ。いくつかの代表的な行事を紹介するね。入学式、新学期。1年生を迎える入学式では、先生からの話を聞いて準備をするよ。新学期にはクラス替えがあるから、2年生や3年生も仲良しの友達と同じクラスになれるかとか、ドキドキだよ。体育祭。学年やクラスごとにチームを作って、リレーとか綱引き、玉入れの競技を通して合計の点数を競い合うよ。学校によっては大玉転がしとか二人三脚みたいなちょっと面白い競技をすることもあるよ。あと、みんなでダンスを踊ったり、応援合戦をしたりするんだけど、これが楽しくって盛り上がるんだよね。私もクラスで流行っている歌で踊ったよ。私はちょっとどんくさかったから振り付けを覚えるのにたくさん練習したな。文化祭。クラスや部活ごとに発表や展示を行うイベントね。例えば、クラスで劇をやったり、作品を展示したり、夕方遅くまで準備や練習をしたりね。地元の人や親も見に来るから、生徒にとっても特別な経験だよね。合唱コンクール。ほとんどの中学校で行われている音楽イベントだよ。学校で決められた曲と自分たちで決めた曲を声の高さで分かれてパートごとに練習するよ。伴奏はピアノが弾ける生徒が担当したり、指揮をする生徒もクラスから選ぶよ。コンクールは他の生徒や親の前で体育館で合唱をするよ。クラス全員で声を合わせて1位を目指すんだけど、審査員はだいたいその学校の先生なの。定期テスト。テストは学期ごとにあって、基本的には授業で習った内容が中心に出るね。この間は部活もお休みになって、みんなテスト勉強するの。少しでも良い点を取ろうって頑張るんだよね。私は数学が本当にできなくて、テストの前の日に出そうな問題をそのまま覚える一夜漬けをしてたよ。修学旅行。3年生になると2泊3日ぐらいの修学旅行に行くよ。行き先は京都や奈良みたいな場所が多いね。決められた観光地をみんなで回ったり、自分たちで計画したところをグループごとで楽しむよ。こういう旅行で友達ともっと仲良くなったり、たくさんの思い出ができるよね。初めて家族から離れていく旅行だったから、私もすごくワクワクしたな。今思い出しても楽しい思い出ばかりだよ。卒業式。そして中学校生活の集大成といえば卒業式ね。
校長先生から卒業証書をもらったり、校歌を歌ったりして、みんなにお祝いしてもらうよ。友達や先生と記念に写真を撮ったりして、みんなで別れを惜しむよ。あとね、告白の代わりに女子が好きな男子の制服のボタンとかネクタイをもらいに行くこともあるのね。最後の日だから人のいない場所に呼び出して告白をする生徒もいて、これぞ青春って感じの日でもあるんだよね。日本の中学校は勉強だけじゃなくて部活や行事を通じて精神的にも少しずつ大人になっていくよ。私の中学時代は友達とふざけてばかりで、ほんと笑える思い出ばっかりだったな。次は日本の高校生活について話していくね。日本の高校。日本の高校は中学校を卒業した後、15歳から18歳の生徒が通う場所ね。ここではもっと専門的な知識を学びながら将来の目標に向けて準備していくよ。部活動や学校行事も盛りだくさん。勉強だけじゃなくていろんなスキルや同じクラス以外の友達もできて視野が広がるよ。高校の日常生活。高校の一日は中学校に似てるけど、勉強する科目も多くなるし、行事の規模も大きくなるよ。よくある高校生の一日を紹介するね。自分の高校生活と比べてみると結構違くて面白いかもね。登校。多くの学校で制服があるけど、私服の学校もあるよ。通い方は歩きや自転車、電車が普通かな。中には16歳になったらバイクで通う生徒もいるんだけど、これ免許と学校に許可をもらってからね。私は電車で通ってたよ。初めての電車通学をしたから、ちょっと大人に近づいた感じがしたよ。朝のホームルーム。朝のホームルームでは、担任の先生からの話や出席確認、ちょっとしたクラス会議もあるよ。クラス委員や生徒会の役割もすごく増えるから、リーダーシップを発揮する場面も多いんだ。授業。授業時間は1コマ50分から60分で、1日6から7コマぐらいあるのが普通かな。2、3年生になると文系と理系に分かれて勉強するの。他にも農業や工業、福祉みたいな専門分野を勉強する高校もあって、自分が将来やりたいことを学ぶよ。すごく頭の良い生徒が入る学校では、大学受験向けの授業が中心で、課題も結構ハードなんだって。昼食。お昼ご飯はお弁当を持ってきたり、学校の購買や学食で買ったり、学食ではカレーやうどん、ラーメンが人気メニューだね。仲良しの友達と食べるから話も止まらないし、みんな楽しそうだったよ。私は週に2回ぐらいお母さんにお弁当を作ってもらって、他の日は売店でおにぎりとか買ってたな。そうすると飽きないからね。掃除時間。高校でも掃除の時間はあるよ。グループごとに場所を割り振って
みんなで協力してお掃除するよ。でも、最近は清掃業者さんがやってくれる学校も増えてきてて、生徒が掃除しない学校もあるみたい。部活動。高校の部活は中学校よりレベルアップするね。全国大会を目指す人もいて、練習もハードだよ。大会でいい成績を収めたり、本当に上手い人は推薦で大学に行けたりするよ。文化系もバラエティ豊かで、ダンス部や軽音部、写真部なんかも人気だよ。でもやっぱり高校でも放課後は自由に過ごしたい帰宅部の人もいるね。学校行事、高校の行事もたくさんあるから、よくあるものを紹介していくね。入学式、新学期、新1年生のための入学式は、高校生活のスタートを祝う大切なイベントだよ。知り合いも少ない中で、どの子と友達になろうとか考えたりして、みんなドキドキしてるよね。体育祭。高校の体育祭は応援合戦やダンスパフォーマンスが衣装にも凝ってて本格的だよ。チアリーディングや面白い競技もあって、生徒同士で作戦を練ったり、みんなで盛り上がれる最高のイベントだね。例えば、借り物競争やムカデリレーっていう面白い競技もあるよ。借り物競争は、紙に書かれたものを探して、ゴールまで早く持っていった人の勝ち。ムカデリレーは、生徒が縦一列に並んで、お互いの足首を紐で結んで、みんなで同じ足を出して走る競技だよ。掛け声が大事だね。文化祭。文化祭では、クラスごとにお店や展示をしたり、ステージで劇や音楽のライブをしたり、生徒たちで楽しい企画を考えるんだけど、よくやるお店はカフェやお化け屋敷、プラネタリウムとかかな。他の高校の友達を誘ったり、高校生になったら通いたいと思ってる中学生たちも来たりできるよ。文化祭はみんなで準備するから、あまり仲良くなかったクラスメイトとも話したりして、私にとっても楽しいイベントだったな。芸術鑑賞会、文化的な勉強も兼ねて、みんなで芸術作品とか舞台を見に行く日があるよ。見る内容は学校によって違うけど、クラシックのコンサートとか、歌舞伎、ミュージカル、美術館とかが多いかな。生徒たちは感性を磨くだけじゃなく、普段じゃ味わえない特別な体験をするよ。マラソン大会。マラソンをして体力をつけたり、我慢強さや達成感を感じることが目的のイベントだよ。男子はだいたい8から10キロ、女子は5から8キロくらいの距離を走るんだよ。当日は先生からルールの説明をされてから男子と女子が別々にスタートするの。早く走った生徒は表彰状やメダルがもらえるよ。タイムも測るから自己ベストを目指す人もいるね。私は長い距離を走るのが苦手だったから、このイベントが一番嫌いだったね。防災訓練。
地震や火事みたいな災害に備えて、防災訓練を定期的にやるよ。生徒や先生たちが早く安全に逃げれるように訓練してるんだよね。訓練をすると、いざという時に落ち着いて対応できるようになるから大事だよね。修学旅行。高校の修学旅行は日本だけでなく海外に行く学校もあるんだよ。行き先は北海道から沖縄までいろいろね。海外だとアジアやヨーロッパとか学校によって行く場所が違うよ。旅行中は行く前に決めた班ごとに分かれて観光するよ。自分たちで計画していくところを決めたりするから自立もするし、友達ともっと仲良くなれるよね。夜はみんなで並んで布団を敷いて寝るの。夜遅くまでおしゃべりしたり、枕投げしたり。旅行の中で夜のおしゃべりが一番楽しかったかも。大学受験。日本の大学には国公立大学と私立大学があって、どちらも入学試験を受けるよ。受験生は入りたい大学を何個か選んで合格を目指して勉強するよ。塾や予備校に行って学力を伸ばしたり、受験に出る問題を解くテクニックを学んだりする人もいるね。進学する大学や学部で将来の仕事選びに大きく左右するから、受験生や親はすごく力を入れるんだよね。悲しいけど、希望の大学に入れなかった人は、その後1年間ずっと受験勉強をしている浪人生になって、次の年にまた試験を受けるんだよね。大学の他に2年間で卒業する短大っていう学校に入る生徒もいるよ。高校を卒業してすぐに仕事をする人もいるね。私も今までで一番勉強したのは大学の受験の時。あの時は自分でも結構頑張ったと思うな。卒業式、そして高校生活のフィナーレ、卒業式。校長先生から一人ずつ卒業証書をもらうの。卒業式の後は友達たちと会えなくなるのがすごく寂しくてね。みんなで写真を撮ったり、ご飯を食べに行ったり、良い思い出だな。あと、卒業アルバムがもらえるんだよね。一人ずつも写真を撮るけど、イベントや部活の何気ない写真も載ってて、3年間の思い出がぎゅっと詰まった一冊になるんだよね。日本の高校は中学校より自由だけど、自分の将来のことも真剣に考えたりして、目標に向かって頑張る場所だね。この3年間って社会に出るために準備する期間だと思うよ。どうだった？みんなの学校と違うことはあったかな？少しでも日本に興味を持ってくれたり、好きになってくれたら嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。また一緒に日本語でお話ししましょうね。他の動画も見てみたいなと思ってくださった方は、チャンネル登録と高評価をお願いします。登録してくださった方、ありがとうございます。励みになります。